ピンポーン。ようこそ、今日も秘密基地にいらっしゃいました。まず最初にチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということでですね、これちゃんと始まってんのかな？いけてますね。はい、もうちょっと音楽が、もういつも最近おかしかったですからね。ちょっとマイクが遠いので近づけます。はい、頑張りましょう。ちょっとカメラの位置も変えましょう。難しいね。はい、ということで、今日もブーブーラジオ始まりました。いつもね、見に来てくれてる方、本当にありがとうございます。で、今日はですね、もうタイトルにもあるんですが、私たちですね、私たちごとですが、7月16日をもちまして、ゆうちゃろの生まれた誕生日という特別な日でもあるんですが、ゆうちゃろとブー太郎が、ウェディングフォトウェディング。なんか最近ウェディングフォトっていうみたいですね。なんか、いつもブー太郎たちってさ、フォトウェディングって言ってるんですけど、どっちでもいいんかな。なんか世間ではウェディングフォトって言ってることが多い気がするんですが、そう、いつも通りに行きましょう。フォトウェディングをして、1年が経つんですよ。そう、だからゆうちゃろの誕生日に、ウェディングフォトをしたということで、フォトウェディング。なんかわからなくなってきた。どっちどっちでもいいか。もう好きに言わせてもらいます。そうなんです。で、もう、間もなく、その日が来るんですけど、それにちなんでですね、明日、本チャンネルの方では、誕生日と、記念日、結婚して1年ということで、お祝い YouTube ライブ月1配信を、予定しておりますので、ぜひ、本チャンネルの方遊びに来てください。明日の9時頃ですね、予定では、開催予定ですので、どうぞよろしくお願いします。で、今日はですね、それにちなんで、皆さんからの、過去にあった、素敵なプロポーズの言葉だったり、告白されたシチュエーションとかそういうエピソードを募集させていただいたので、ちょっと全部は難しいかもしれないですが、約30分ぐらいかけて今日はスペシャル、記念日ハッピートークで、繰り広げていけたらなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。いいですね。ちょっとエコーいっちゃう？エコー。今日は告白プロポーズ大スペシャルハッピー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 ということでやっていきましょう。はい、いつも通りなこちら来ました。ではですね、もう早速、ちょっといっぱい紹介したいのがあるからさ、どうしてもちょっと全部難しくなっちゃうので、もうどんどん行こうと思うんですが、どんなのが来てると思います？もう皆さんね、もういろいろ、やっぱ経験してきてるんやなって募集してるのも全部読ませてもらいましたけど、思いましたね。で、なんか結構しょっぱなからちょっと言っとくと、意外と告白、結婚されてる方は、意外とプロポーズをされてないんですっていう。なんかもう欲しかったっていう声が結構ありました。で、なんならもうプロポーズもなく、勝手にね、もう結婚式のこの予定を立てられてるっていうの。そんなことあったんやと思って、多分今じゃ考えられないですよね。わかんないけど。例えばもうゆめさんとかはもうほんと知らないところで勝手に決まってて、もうなんかもうどんどん勝手に決まってる。で、セリカさんも5年付き合って、なんかもう絶対俺が何歳になったら結婚しようってずっと言われてたらしいんですけど、結局それはプロポーズの言葉とはちょっと違うじゃん。そう、でもなんかもうその言葉が多分その旦那さんからしたら、プロポーズだったんでしょうね。もうほんとその多分年になった時にもう勝手に結婚式するみたいな流れになってたりとか、ありましたね。あとは上から目線の人もいたかな。マリコさんとかだったら、もうちょっとね、話だいぶはしょっちゃってるんですけど、こう、上から、俺、もう、マリコさんなんで、俺、もうマリコと結婚することに決めたから、みたいな。わかる？よく聞くと恐ろしい話。なんでそんな上からなのみたいな。なんか私結婚してもらってる身分なのみたいな。なんか結婚してくださいじゃん、普通。なんかもう上から、俺、マリコと結婚することに決めたよって。嘘みたいな。いや、いいけど、嬉しいけど、みたいな。なんでそんなちょっと上からみたいな。ちょっと笑っちゃいましたね。あとは、ひろこさんも、なんかこう、夕日を見ながらのね、こう、プロポーズっていう、ロマンチックな、人もいましたね。もうなんかこれぞ、なんかプロポーズ、なんかちょっとあんまり記憶が曖昧ですけど、みたいな。書いてたかな、確か。
いや、なんか素敵でしょ？夕日をこう、海にこう、だんだんね、日が沈んでいって、こう、夕日を見ながら、プロポーズされるってすごい素敵じゃない？そう、こういう王道なものから、もういろいろ、ありますので、皆さん、ぜひエピソード楽しみにしていてください。あと、何だったかな？何でしたっけ、これ。あともう一人、簡潔に、J カックさんなんですけど、普段もう本当にぐうたらしてるんですって。もうなんか家とかでも家事とは無縁みたいな方なんですけど、なぜか男性からは結構世話好きなんだっけ、また自分の漢字が読めないんですけど、なんて読むんですかこれ。世話、なんか忘れちゃった。世話好き良好タイプみたいな。絶対違う。自分の字が読めないのって本当致命的ですね。書いてるときは覚えてたのに。世話女房タイプだ。世話女房タイプ。なんか世話女房って何なんやろうと思って、なんとなく分かったけど、でもなんか間違ってたら嫌やなと思ったけど、予想通りで、結構旦那さんに尽くすじゃないけど、もうなんか家事に追われる、なんかもういっぱい世話をしてあげる女房タイプってなんかすごいね、男性の人から逆に言われてたみたいで、全然家事好きじゃないのに。で、なんかでもそれが褒め言葉なんやって分かってんねんけど、なんか天の弱らしくって、なんかそれが気に食わなくて、今でも私は、ぐうたら娘やってますみたいな、ちょっとすごいなんか平和なコメントもいただいてたりとか、もうほんといろんなね、もうエピソードいただいてますって、もうほんと簡潔にこんな感じでね、紹介で申し訳ないんですけど、どうしようかな、もうね、いつもこれね、どう紹介するか迷うんですけど、結構それですね、紹介しやすいので言うと、おんまさん。たまには投稿してあげようと、ちょっと上からね、この方も言ってくれてるんですが、エピソードいきますね。結婚してすぐの私の誕生日に、お互いの友達をこう20人ぐらい呼んでくれたらしいの。で、しかも誕生日パーティーをこう開いてくれたんですって。で、もちろん払いはすべてその時の旦那さん、友蔵さんね。で、ダイヤの指輪が、タンプレだったって。すごくない？誕生日だよ。これ、告白とかじゃなくて、プロポーズじゃなくて、もう結婚してすぐの私の誕生日になんと、だってさ、結婚指輪とかまた別でもらってたんじゃないの？誕生日用のダイヤの指輪ってこと？しかもこう、今ブータロもつけてるんですけど。ね、ああいうちょっとこう、よく見るもうでっかいこうダイヤかな。違うか。ブータロがそれこそフォトウェディングの時にさ、写真映えでこうさ、つけてたやつあったの覚えてる？めっちゃでっかい。あれじゃないか。ちゃんとこうちっちゃく埋まってるダイヤか。本物感があるやつ。それをもらったらしいんですよ。ただ、アフタートークというか、後日談としては、数年後ですね、後日談というか、もう今じゃ超えて、その指輪が指に入らねーっていうオチまであるんですけど、いやでもさ、これさ、一見、残念っていう話やけど、これもすごくない？ちゃんと取ってあるんやっていうとこが、なんかちょっと、おのろけというかさ、なんかもう太っちゃって入らないんだよねみたいな笑い話にちょっとこうしちゃってるけど、なんだかんだその指輪はやっぱ大事でこう取ってるんだなと思うと、なんかブータラもちょっとほっこりしちゃったというか、なんか素敵なエピソードやなと思いましたね。でも指輪はさ、もうほんとブータラもいつかさ、もうすごいずれてくる。嫌だ。あれなのかな、入らへんくなる日が来るんですかね。嫌やなと思って。もうそうなったらみんな笑ってね。はい。で、こういうのから、あとはもうめちゃくちゃね、なんかすごい、こう、人間味あるというか、こう、なんて言うんだろう。なんていうのをちょっと紹介します。やじくみさん、プロポーズエピソード。当時主人はラーメン屋をやっていて、しかもね、なんと繁盛してたんだって。だけど、浮き沈みをする仕事なので、旦那さんはここで、貧乏になる時もあるかもしれへんけど、関西弁じゃないけど、勝手に関西弁にしちゃった。俺が、今、ラーメン屋、うまく、成功してるけど、貧乏になる時もあると思うんだよねって。で、全然違う。で、その後に、結婚するかって。貧乏になる俺でもいいだろみたいな感じで言われたんだって。で、もう、やじくみさんも、もう木も座ってるなと思ったのが、先のことなんてわからないでしょって。今が大事って、言って、もうめでたく受けさせていただいたっていうことで、ちょっとかっこよくないですか？
なんかこれぞ愛だなって思ったんですけど、いや、いいよね。なんかどうしてもさ、やっぱりこう安定を求めるっていうの、この人と結婚して大丈夫なのかな、なんか、不安やな、みたいな思ってしまったらさ、やっぱ多分そこまでなんですよ。多分その愛っていうのは。もう別にどうにかなるかわかんない。まあ、この人だったらなんか乗り越えれるっていう、このなんかすごいさ、ちょっと大人な、なんかこのお互いのプロポーズの感じがいいなっていう。やっぱ男性は男性でやっぱちょっと気にしてるんやろうなっていうのも感じ取れるじゃないですか。今は成功してるけど、まあいつどうにかなるかわからないからやっぱ苦労はさせてしまうかもしれないっていうのも、まあちょっとこうね、相手の気遣いもありつつっていうプロポーズっていうなんかちょっとこう、ね、素敵だなって。でも今も多分きっと幸せにやってるんでしょうね。ね、今はでもラーメンをやっていてってことは今はやってないのかな。でもすごいよね。繁盛してたって今もラーメン屋続けてたらすごいけど、もしかしたら違うことしてるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。で、結構もうこれぞ王道っていうのがちょっとあるんで、これはちょっと BGM を変えて、ブー太郎なりに紹介できたらと思います。では行きますね。カモミールさん。夜勤明けの日曜日、場所は地元でも有名な高級ホテルの最上級ラウンジでした。プロポーズの言葉は、もし夜、プロポーズの言葉は、もしよければ、手には指輪が添えてありました。私は、寝ぼけ目で、寝ぼけ目で、ジーパンと T シャツの私は、ドキドキしていたのを覚えています。でも、どういうことだろうこれ。ちょっと待ってよ。ジーパンと T シャツの私はドキドキしていた。寝ぼけ目っていうことは、イチャイチャ語？ごめんなさい。いらないこと言っちゃった。それで、ドキドキしていたのを覚えています。余談ですが、その時私はパニックで、新手の押し売りかと思いました。事前に何の一言もなく、いきなり高級ホテルで、もしよければって、指輪を出されたから、結婚の毛の字もなかったんだもん。でも、いい思い出です。どうですか？うまく紹介できてましたか、私。でも素敵じゃない？もうなんかもう最上級ラウンジ、高級ホテルの。もうなんかもう想像するだけでさ、もうブー太郎はちょっとこうもうザ・プロポーズじゃんって思っちゃうじゃん。でもなんかちょっと、進めば進むほど話が。寝ぼけ目ってどういうことみたいな。ジーパンと T シャツでも確かに言っといてほしかったね。そういうとこ行くなら。ね。高級ホテルの最強ラウンジでちょっとジーパンと T シャツちょっとさ、なんか場違いじゃないけど、ちょっと恥ずかしかったんじゃないね。ちょっとドレスコードしたかったんですけどっていう気持ちもなんかわからなくもないかな。でもいいじゃないですか。もうこれできっと多分今も愛を育んできたわけでしょ？そう。でもさ、ちょっと今、なんか思い返すと、なんか冒頭でさ、夕日見ながらのプロポーズをさ、ちょっと簡潔になんか話しすぎたなと思ってて。もっとこう、すごいロマンチックなね、プロポーズやったやろうにとかちょっと思っちゃった。この高級ホテルに並ぶぐらい。ね。だって夕日見ながら結婚しようか。だよ。素晴らしくない？でも中には、姫さん、セリカさん、他にもいたかなみたいにさ、こうもう気づいたら、もうなんか結婚勝手に決まってる。どうしよう、どうしようみたいな。パターンの人もいるわけでしょ。もう世の中ほんといろいろですね。そう。あとはじゃあちょっともう一人紹介しようかな。ちょっと告白シリーズで、ここでは、ちょっと、男性カップル、ちょっと LGBT 系というか、そういうちょっと告白シチュエーションのね、ちょっとキュンキュンエピソードもあるので、紹介させてください。じゃあちょっとここも BGM 変えていきたいと思います。はい。魂との絆さん。丸一。告白か。そうだな。ブー太郎この間、七夕で、久しぶりのご無沙汰イチャイチャ成功していたね。もうこんなこと書いてないんですけど。勝手に付け加えてる。
そう。まあ私事ですが、七夕で、知らない人はいる、まあ多分いないと思うんですけど、これ見てる方には、なかなかちょっと希少な人ももしかしたらいるかもしれないね。私ちょっと交際10年のね、彼氏、旦那がいまして、すごい、ご無沙汰なんです。もう全然やっぱちょっとエピができてなかったんですけど、つい最近もうキスマークをつけられるぐらい暑い夜を、もう七夕さんにね、こう夜のイチャイチャをしたいと願えば叶えてくださいました。はい、そんな七夕があったんですけど、じゃあちょっとここから本題いきますね。告白か。まあ、七夕の時に繋がるけど、当時好きだったのんけくんが本当に好きすぎてやばかった。のんけとは、男性、普通の男性で、普通って言い方もちょっとおかしいんですけど、男性が女性を好きっていう、一番定番なパターン。それをのんけと言います。だから同性のことは好きじゃない人。はい、いきます。七夕の時に繋がるけど、当時好きだったのんけくんが本当に好きすぎてやばかった。短冊にそいつの名前書いたりして、結ばれますようにって。そんな時に飲みに行って二人でオールカラオケをした時に、お前が女だったら付き合うのになーって頑張って告白したら、俺も絆さんが女だったらマジ付き合いたいって言ってくれた時は泣きそうになった。その後は付き合うとかなかったけど、よく二人で飲みに行ったり、酔って寝てた彼にキスしてみたりした。そんな彼とは一昨年数年ぶりに会って、飲みに行った時はまたカラオケに行きたいって言われて二人で行ったら、ずーっと見つめてきたから、って思ってたら、顔が近づいてきて、キスされるって間があり、結局はハグされて終わり。いい思い出。伝わってる？ちゃんとこれこれブー太郎のすごい感情込めて言ったんですけど。素敵じゃないですか、これ。なんか素敵というか、でもちょっともどかしい。なんでみたいな、視聴者側からしたら、なんでもっと生きなよみたいな。あんたたちもう結ばれてるでしょみたいな。めっちゃおで入った。あんたたち、なんでそんな遠慮してるんって叫びたくなるようなエピソード。だってこれもう絶対両思いじゃん。時代もあったんだろうね。もう今の、なんでもう性別なんていいじゃんみたいな。お互いが女だったら何を言ってるんだいあんたたちって言ってあげたよね。今思うでしょ絆さんも。今だったら。思わないかな。でもいい思い出なんだよね。そういうことじゃないんだよ、多分。ああしとけばよかった、こうしとけばよかったじゃなくって、そのなんかちょっとこう、なんかいい距離感もうなんか付き合えそうやねんけど、届かないみたいな。こういう切なさがちょっと今となると淡い思い出なんでしょうね。でも絶対だってさ、一昨年って結構最近じゃんだって言っても、で、数年ぶりになって飲みに行った時に、ずっと見つめてくるって結構じゃない？お互いにもうね、ちょっともう時間とかさ、いろんなことが、あって、もう今更こう付き合いたいとかないんだったら別にいいけど、今でも遅くない気はしましたね。ブタロこれ見て。だって、ハグで終わったにしろ、ずっと見つめてくるって。で、その後にハグですよ。なんとなくさ、なんか、さらっと、今日ありがとうねみたいな。ハグとかだったらわかるけど、ずっと見つめてきて、もう絶対多分、向こうもなんか多分、好きだったと思うな。でも、そこは、アフタートークまでもしかしたらさ、もう絆さんは終わってる関係と思ってるかもしれないけど、もう俺たちは友達でね、みたいな感じかもしれないけど、まだブータルは終わってないと思いますけどね。あなたたちのストーリーは、なんて思ったりするけど、でものんけさんなんだもんね。でものんけさんって自分で言ってるから絶対のんけとも限らないけどね。のんけって結局何なのって感じですけどね。まだ知らないだけで、蓋を開けたらのんけじゃなくなる可能性だってあるからねっていう。なんかちょっと熱く語っちゃいましたけど。でもなんかありがとうございます。素敵なエピソード。
でね、まあちょっとこんなことをすっごいね、いい話をしてくれたんですけど、ちょっと第2パターンがあるんですよ。ちょっとこれはもう BGM は変えません。もうちょっともうブータロー激おこぷんぷん丸ですよ、これには。まあちょっと紹介しますね。まあこの方いつもブータローちょっとこうね、おちょくってくるんでね、まあ愛あるおちょくいなんで、いつもまあありがとうとは思ってるんですけど、まあちょっといきますね。第2、ちょっともう一個あるんですよ。で、まあ告白は若い頃たくさんしてきたかも。すごいね。ブータローも告白ってそんな頻繁にはしてなかったんですごいなと思うんですけど、まあ、好きになると一緒に痛いが強くなりすぎて、20歳離れたおじちゃまには、将来は〇〇さんの介護するからとか、〇〇さんのためなら何でもしますとか、今思うと恥ずかしい、いろいろあるけど、まあそんなことを言ってたみたいです。可愛いじゃないですか。尽くすタイプだったんでしょうね。で、まあ逆にまあ男性なんで、絆さんは、女性にこういう告白をされたっていうエピソードで、こんなのにやって間違えた。こんなに好きなのにダメですかとか、やっぱり男性じゃないとダメって告白していただいたこともあるらしい。すごいね。魅力があるんですよ。やっぱ性別を超えた。関係ないんですよ。やっぱ性別なんて。まあでもやっぱね、関係ないとはいえ、やっぱ女性やと恋愛対象に見れないっていうことなんだろうね。まあそういうパターンもそれはもちろんね、複雑だったっていう、わかりますよ。なんか、どうしてもっていうのありますもんね。感情だけじゃどうにもならないこともやっぱありますから。まあ、それは致し方ないです。で、もう今は、まあ、そんな絆さんも落ち着いたらしくて、まあ、好きな人の応援をさせていただければいいってなる感じで落ち着いたと。でもここまでは良かったですよ。ああ、なんかすごいなって、もう素晴らしいなって、まあ、そういう尽くす時期もあったけど、今落ち着いたんだって、こう聞いてたら最後。あ、前に UV のライブで生配信した時に、ブーちゃんに、どっちのファンって聞かれて、まあ、ブートロ聞いたんですよ、確かに。視聴者さんと直接お話しできるっていう機会を、設けた時があって、その時お話しさせてもらったんですけど、その時に、まあ、ブートロが何気なく、まあ、どっちのファンですかって聞いて、じゃあ、もう案の定、ゆうちゃろうさんですって、まあ、答えたんですよ。覚えてますわ。はい。じゃあ、なんと、あれも告白かもとかって挑発です。許さないんだからゆうちゃろうは、ブー太郎にしか興味ないんだから。ちょっとスネモード。なんだこのパターン。はい、ありがとうございました。エピソードね。まあ、どんどん行きたいと思うんですが、ちょっと今日なんと皆さんね、もう、一向に今日、お菓子コーナー来てないんですけど、みたいな感じだと思うんで、ちょっとお菓子コーナー行きたいと思います。もう20分経っちゃったけどね。これ、いただいたやつ、ブー太郎わらび餅大好きで、本わらび餅、本わらびだよ。ちゃんと本わらび粉を使用してるんですよ。素晴らしくない？味の棒っていう、幸福の味っていう、書いてますね。これ食べさせていただきたいと思います。楽しみ。こういうのもらうとね、ずっと置いといちゃうんですよ、ブー太郎。なんか食べるの。うわ！待って。めっちゃ本格的なんだけど、ちょっとなんか予想してたパターンと違う。こういう感じ？すごーい。これ開けるんだって。じゃあ開けますね。ちゃんと切り口も用意してくれてるのありがたいですね。ハサミがいらない。すごいすごい。プルンプルンコラーゲンみたい。ブー太郎のお肌がもっちもちとか言って。何を言ってんだ。すごいすごい。見える？見えないね。ほら、ふにーって。ちょっとこのプラスチックの容器が現実に戻される感はあるけど。もっと多分お皿に盛った方がいいんやろうね。ブー太郎が悪いな、これは。もっと綺麗なお皿に盛るべきですね。大好き。もうきな粉ほんまに大好きですね。大豆で。これ体にいいからね。きな粉は。まあ、ちょっと砂糖入れすぎのきな粉はね、まあ、よくもないんですけど、あれ、これには切り口入れてくれてない感じ。わらび餅には入れたけど、きな粉は入れませんみたいなパターン。入ってるわ。普通に切れた。ちょっと前にパソコンがあるんでね、こういう粉物、ちょっと怖いんですけど、慎重に入れていきたいと思いますよ。てて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 、きなこもちもちの肌はきなこです。あよいよい、私はもうプルンプルンプルン。てててて、きなこもちは私の肌にそっくりね。きなこをまぶして黒蜜かけたら私の恋は甘々タイム。私の魅力はね、あなたにはわかるかしら。こうして餅を食べると幸せよ。私は餅派だよ。
お尻もプリプリよ。あなたが私を好きにならない理由はないでしょ。そうだよね。きなこ餅を食べながら配信も25分。30分で終わる気あるの私はこのラジオを。でも好き勝手に楽しめばいいと思うんだよね。あ、それあ、よいよい。あ、それあ、よいよい。あ、もうれ。はい、さっさと食べて終われよ、ボケ。はい、いきます。長かったね。今日はもう多分 CM これだけです。今日 CM も来なかったじゃないですか。もうこれ多分ちょっともう最初で最後の今日は CM となると思います。ちょっと時間がないんで。てかすごいんだけど、見てよ。見えるこの。めっちゃ美味しそう。いただきます。もうちょっと汚いけど、これ贅沢に。汚いね。お行儀悪い。すいません。やばい、パソコン壊れる。吹き出しちゃった。最悪。めっちゃ冷静になるっていう。最悪最悪。ガチで。パソコンがこういうの良くない。粉が一気に舞っちゃった。ちょっとこの辺で食べるわ。ごめんなさい。めっちゃ美味しい。めっちゃ柔らかい。ちょっと想像以上に美味しい。めっちゃプニプニなんですよ。でもゼリーとかのプニプニよりはちゃんとこう柔らかさがあって、包んでくれる柔らかさ程よいで、きな粉がねちょうどいい甘さで黒蜜とマッチしてめっちゃ美味しい。プニプニめっちゃ最高。もうめっちゃ美味しい。きな粉と黒蜜めっちゃバランスいいこれ。なんか黒蜜って自分結構好みはっきりしてて、黒糖が強すぎると嫌なんですよ。黒糖の主張がそんなに強すぎないし、ここにきな粉が合わさってめっちゃバランスがいいんです。私たち長年修行してきただけあるよねみたいな感じ。わかる？はじめましての逸材がこう揃うと、やっぱりチームワークって乱れるんですよ。結局いい人が集まっても。だけど私ここはこう行くからあんたは前守ってみたいな。私は主体として攻撃していくからみたいな。これがうまくバランス取れた本わらび餅です。はい、美味しいです。これちょっとちょっと切れちゃう。ちょっと切ります。